この女性、リンダ・ラシュキ氏、経験40年のベテラントレーダーであり、ファンドマネージャーでもあり、個人トレーダーでもあり、さらには独自の設定を用いた MacD の使い手でもあります。今回の動画では、マーケットの魔術師とも呼ばれるこの女性が一体どんな方法で MacD を使いこなしているのか、その手法を紹介するとともに、40年以上という長きにわたり相場の世界で成功を収めることができた秘訣について、彼女自身が語ったインタビュー映像を紹介します。ぜひ最後までご覧ください。リンダ・ラシュキ氏は1981年にオプション市場のマーケットメーカーとしてトレーダーのキャリアをスタートします。複数のヘッジファンドでトレーダーとして活動した後、2002年には自身のヘッジファンドを立ち上げ、リンダ氏のヘッジファンドは投資調査機関であるバークレーズヘッジによる5年間のパフォーマンス評価において4500中17位を獲得するなど輝かしい成功を収めます。2015年にヘッジファンドから退いた後も個人トレーダーとしてトレードを継続する一方で、銀行をはじめとする金融業界の組織向けのトレード教育にも携わるなど、その活躍は名著マーケットの魔術師でも語られています。このように40年以上という長期にわたってトレーダーとして活躍し続ける彼女の存在は生きる伝説となっているのですが、彼女がどのような取引手法を使っていたのかについて次で見ていきたいと思います。リンダ氏のトレード手法については公開されているものだけでもいくつかあるのですが、そのうち有名なものの一つが MacD を利用したものです。MacD とは Moving Average Convergence and Divergence の略で、短期と長期2本の移動平均線を元に開発されたインジケーターです。通常トレンドが転換するときというのは、2つの移動平均線の距離が縮まり、トレンドが進展するにつれて距離が拡大し、トレンドの勢いが衰えるとまた差が縮小していきますが、この2本の移動平均線の収縮と拡散の動きを捉えるために、短期移動平均線から長期移動平均線を引いたものを MacD ラインとして表示します。また MacD の値の移動平均を取ったもの、通常9日平均を用いますが、このラインをシグナルラインと呼びます。そして MacD がシグナルラインを下から上にゴールデンクロスした時が上昇トレンド開始を示唆するものとして、MacD がシグナルラインを上から下にデッドクロスした時が下降トレンドの開始を示唆するものとして分析するというのが基本的な使い方です。通常はこのように短期が期間9の移動平均線、長期が26期間の移動平均線と設定するのですが、リンダ氏の MacD はこのように設定します。短期の移動平均線の期間が3、長期の移動平均線の期間が10、そしてシグナルラインを算出する期間を16とします。移動平均線のタイプは EMA、シグナルラインのタイプは SMA です。また通常の MacD で表示するヒストグラムは使いませんので非表示とします。リンダ氏の MacD 手法は一言で言うとトレンド転換を狙う手法です。上昇トレンドから下降トレンドに転換する場合、最初の反落が発生して下落の後の戻り、この部分をアンティセットアップと呼びます。下降トレンドから上昇トレンドへ転換する場合は、一回反発が発生した後の押し目形成のこの部分、このリトレースの部分がアンティセットアップに該当します。そしてこの押し目戻り目形成の部分を捉えるために先ほど設定した MacD を用います。では実際にチャートを使ってこのセットアップの捉え方を見ていきたいと思いますが、リンダ氏は株式をはじめとしてコモディティと通貨の先物をよく取引しているということですので、まず株から見ていきたいと思います。それからリンダ氏はこのように買いのアンティセットアップの方が頻繁に出現するというふうに言っていますので、まず買い側から見ていくことにしましょう。今表示しているチャートはテスラ社の冷やしチャート、2024年4月付近のデータを表示しています。ここでは買い側のセットアップを見ていきます。つまり下降トレンドから上昇トレンドへの転換を狙う時の見方です。まずは下降トレンドが発生していることを確認します。このような下降トレンドが発生していることが確認できます。ここで最初の反発が発生します。そしてまずは MacD ラインがシグナルラインをゴールデンクロスすることを確認します。ここでゴールデンクロスしていますね。緑のライン、MacD ラインがシグナルラインを下から上にゴールデンクロスしています。さらにこれがポイントなんですが、直近の MacD の高値をブレイクすることを確認します。今の場合だと、ここでゴールデンクロスした後に、ここの MacD の高値をブレイクしています。このようにゴールデンクロスに加えて MacD の高値を見るというのが面白い特徴だと思います。普通の使い方では見ないですよね。次にゴールデンクロスした MacD ラインがシグナルラインまで戻ってきて、両者がクロスするのを待ちます。今ここでクロスが発生しましたが、この時シグナルラインは狙う方向に傾いていること。今回は下降トレンドから上昇トレンドへの転換を狙っているわけですので、上方向に傾いていることが条件です。このポイントはシグナルラインが下降から上昇に転じてきたところなので問題ないでしょう。
そしてもう一つの条件なんですが、シグナルラインにクロスした MACD のラインは、シグナルラインとは逆方向に傾いていることが条件です。今の場合ですね、この緑の MACD ラインが下に向いているので OK です。これでアンティセットアップのチェックは終わりです。実はリンダ氏のこの MACD 手法では、MACD はこのセットアップ、押し戻りの形成の確認のみに利用し、エントリー以降の判断には用いません。具体的なエントリーや損切りのポイント、利益確定の目安は裁量で判断するようです。ただこの手法を研究している人たちの中には、いくつかエントリーに関するアイデアが出ていますので、それも合わせて紹介をすると、まず一つ目は先ほどセットアップで確認した MACD ラインとシグナルラインのクロスの条件の確認をもってエントリーをするというもの。もう一つが MACD がシグナルラインまで戻ってきたらエントリーをするというものです。仮にクロスした条件を確認してからエントリーしたとすると、次の足から入ることになります。損切り位置は直近の安値の下。このあたりですね。それから利益確定の目安についてですが、アンティセットアップの説明を見ると、このように ABC パターンのリトレースメントに似ているというふうに書いてあります。ABC パターンというのは、相場でこのようなジグザグの動きが発生するときに、AB の長さと CD の長さが等しくなる。もしくはこの図でいう CD ダッシュ、ここの部分の長さが AB の長さの 1.272 倍、または 1.618 倍になることが多いという性質です。リンダ氏はアンティセットアップというのはこの ABC パターンにおけるリトレースメントの部分、この BC の部分にあるように押し目を形成するところに似ているというふうに言っているということになります。ですので、この ABC パターンに基づいて、仮に最初の反発、ここの部分ですね。ここの部分の反発の 1.618 倍を目安として狙うというふうにしたいと思います。このような場合は、フィボナッチエクステンションを使って、まずここの最初の反発の部分の長さを取った後に、それをエントリーのポイントまでこのようにドラッグして定まるここのレベルですね。この 1.618、ちょうど付近にここの高値が控えているポイントになりますが、ちょうどこの高値付近までを狙うというふうにしてみたいと思います。はい。今回はこの 1.618 の水準まで伸びてきましたので、うまくトレンド転換に乗れたということになります。今度は売り側のセットアップを見ていきましょう。次は通貨先物としてドルインデックスの先物の動きを見ていきたいと思います。ドルインデックス先物の2022年7月のチャートを表示しています。今回は上昇トレンドから下降トレンドへの転換のセットアップということになりますので、まず上昇トレンドの発生を確認します。これは明らかですね。ここの部分上昇トレンドが発生しています。ここで最初の反落が発生します。MACD の見方なんですが、先ほどの下降トレンドから上昇トレンドへ転換するときと逆の見方をすればいいということになります。まずは MACD ラインがシグナルラインをデッドクロスしていることを確認します。ここでデッドクロスが起きています。そしてさらにこれがポイントなんですが、直近の MACD の安値をブレイクしていることを確認します。ここの MACD の安値を下にブレイクしていることが確認できると思います。次にデッドクロスした MACD ラインがシグナルラインまで戻ってくるのを待ちます。今ここで2つのラインのクロスが発生していますが、この時にシグナルラインは狙う方向に傾いていること。今回は上昇トレンドから下降トレンドへの転換を狙っているわけですので、下方向に傾いていることが条件です。このポイントは OK だと思います。そしてシグナルラインにクロスした MACD ラインに関しては、シグナルラインとは逆方向に傾いていることが条件です。今の場合は MACD は上に傾いていますので OK です。これで売りのアンティセットアップのチェックは終わりとなります。先ほどと同様に ABC パターンを狙って最初の反落の 1.618 倍を目安にしてみたいと思います。今回は高値を更新してしまいましたので、うまく転換につながらないパターンとなりました。はい。そして今もう一度ですね、MACD ラインがシグナルラインをデッドクロスしましたので、再び MACD がシグナルラインまで戻ってくるのを確認します。今ここで MACD がシグナルラインとクロスして、両者が逆方向を向いてますので、これでアンティセットアップが完了したというふうに見なしたいと思います。はい。同じように ABC パターンに倣って 1.618 の水準まで狙うというふうに仮定したいと思います。はい、今回は 1.618 の水準まで伸びてきましたので、うまく下降トレンド転換の初動から乗ることができたことになります。また、ここの部分の戻しに関しても、この MACD のロジックを使ってうまく乗れそうですね。ちょうど MACD がデッドクロスした後にシグナルラインまで戻ってきて、そしてクロスして両者が逆方向を向いているところになります。この MACD の手法については、この後紹介するインタビュー映像の後に僕から少し補足をしていきたいと思います。では、ここからはリンダ氏のインタビュー映像を紹介していきます。この中に彼女が長期的に相場で成功を収めることができた秘訣が語られていますので、ぜひ注目してください。最初にインタビューを通しで紹介して、その後に僕から解説をするという形で進めたいと思います。Welcome and thanks for joining.
Thank you for having me, Jason. It's a real honor. So I usually start with this very simple question. How do we make money over time trading the market? You That's know, what we first want to of know, all, right? That's what we you want to know. have to have some type of edge. That would be obvious in any game that you play, be it bridge or gambling or the markets. You need to have some type of statistical edge that may came from modeling or it may come from an early arbitrage opportunity with new emerging markets. It might come from experience. Even experience is a form of an edge, but you do have to have some sort of edge. And then you need to apply that consistently. So over time, it's just a big numbers game. If I make 1,000 trades and I have N edge, I will have a positive expectation. And the more trades you can make with that type of thesis, the closer you come to a guaranteed profit. And of course, you always need to have that little money management algorithm in the background. But I think that you can either be very systematic and have it hard coded in your brain or your system, or just through experience you might know how to manage the bottom line a little bit more appropriately. So I think that the initial problem is getting that experience, or when people first start trading out, it's like trying on hats. You have to try this style. Is it going to work for you? Maybe you try that for 3 months. Maybe we try spreading. Maybe we try options. Maybe we try seasonal programs. Maybe we try commitment of traders reports. But you can't arrive and start to learn the nuances of something until you have explored many different styles if you are new to the markets. And that whole process can take a minimum of 3 to 5 years. So just like anything, it's like playing poker and capital preservation until you get that experience under your belt. Excellent advice. I mean, I can't just start trading today and start making money right away. Okay, so you need to have an edge. And to develop an edge is going to take you time. What are the things we're looking for in that edge? And I'm not telling you, I don't need you to tell me, oh, well, the edges, you trade when the 5-day moving average crosses the 25-day. What do we need to look for? But ultimately, you do want a style, I will say, an approach or a methodology that will last over time. And to develop that style and that methodology, it seems like trial and error is really the best way to go. Trial and error goes a long ways. That's with, look at medicine and biochemistry and physics. So much of what we've learned through the ages has been trial and error. And then freak chance, you stumble across something like penicillin, So a lot of this game is just being able to stay in the game. As with anything, you're going to go to college, you're going to go to 4 years medical school, you're going to do 2 to 3 years residency. There is a big time period there before you start to get to that point where you can make the big bucks. It's a fact, and it speaks to discipline, which to me is the hardest thing in the world. You can have the greatest system in the world if you're not disciplined over time. Even the greatest system in the world is going to have losing trades and get things wrong, and sometimes get things very wrong. And if you're not disciplined, you're doomed. That's what I believe. I think discipline is the single most important thing in this game. I don't care how you trade, and I think you'd probably agree with that. I hate that word. I'm sorry. Well, to me, that's what it is. It's like I like phrasing it as having a process. Because if you have a process, you're not putting yourself at the mercy of being disciplined or undisciplined or doing the if you stay disciplined to that process. Well, okay. All right. We're doing semantics here. はい。ということで皆さんいかがでしたでしょうか。リンダさんですね、非常にエネルギーに満ち溢れていて、ポジティブにさせてくれる方だと思います。では、インタビューの中で出てきた重要なキーワードを振り返っていきましょう。まず、エッジを持たないといけないという言葉が出てきました。そして、エッジとは統計的に裏打ちされたものであるべきだと、データの重要性を強調しています。エッジ、日本語では競争優位性なんて言われたりしますが、他者より抜きん出て有利な立場を得るための強み、その人なりの独自性ということですが、エッジとは過去のデータや日々のトレードの結果の蓄積から得られるデータ、経験から得られると言われています。
そしてそのエッジのある取引手法を一貫性を持って運用し続けることが重要だと言われているわけですね。さらにエッジを築くためにはトライアル&エラーを繰り返していくことが不可欠。インタビュアーの男性が優れた取引手法があっても、それを規律を持って運用できなければ意味がないと言われていましたが、エッジのある取引手法を一貫性を持って運用し、トライアル&エラー、改善を繰り返す、そういったプロセスに対して規律を持って取り組む必要があるということ。これが今回のインタビューで語られていた最も重要なポイントでしょう。では最後にですね、今回の MacD の手法について少し補足をしていきたいと思います。実は今回の動画、この話をしたくて、この MacD の手法を取り上げました。今回紹介した手法ですね、途中の ABC パターンのところで気がついた方もいらっしゃるかもしれませんが、これいわゆるトレンドの3波目を狙う手法です。トレンドの3波目というのはこのような動きのことを言います。トレンドが発生するときにまず最初の反発が発生して、まずその最初の反発を1波目、そこから押し目を形成する動きを2波目、そしてそこから再び上昇していく、ここの部分を3波目というふうに呼びます。下降の場合についても同じですね。このように1、2、3と下落していくときのここの部分を3波目というふうに呼びます。このように3波というのは相場の動きの中で一番伸びるというふうに言われ、一番美味しいというふうに僕自身は思っているんですが、それを MacD というインジケーターを使って狙う方法をリンダさんが考えたというのが今回紹介した使い方です。リンダさんがですね、相場を僕が言ったような波という観点で見ているかどうかはわかりませんけども、伸びるのはこういう時という特徴を MacD というレンズを通じて発見したのではというふうに思います。相場の動きの中で美味しい動きって実は限られています。今回の MacD で狙ったこの動き、僕はこの図のように1、2、3波目という観点でお話ししましたけれども、同じ動きをエリオット波動の観点で見ると、エリオット波動の推進3波目、もしくは修正波の C 波ということになります。移動平均線の手法の一つであるグランビルの法則で見ると、グランビルの買いの2番、もしくは売りの6番に該当します。ダウ理論で言うならば、ここに参加と書いてあるパルティシペーションのフェーズに該当します。相場の動きっていうのは世界に一つしかないわけですよね。ドル円だったら日本で取引されるドル円チャート、シンガポールで取引されるドル円チャートっていうのがバラバラにあるわけではありません。ドル円のチャートっていうのは世界に一つしかないわけです。ただその相場の動きを解釈する方法論っていうのはたくさんあって、波で見る場合、移動平均線を使ってグランビルの法則という視点で見る。エリオット波動で見る、ダウ理論で見る、または他のインジケーターを使ってみる、何々理論を使ってみるというように様々なレンズを通して見ているだけです。例えば先ほどのチャート解説のところで取り上げたドルインデックスの先物ですけれども、僕だったらこの場面どういうふうに見るかというと、こういうところにネックラインっていうのを引いて、ここを割ったのを確認してからトレンド転換を狙うというように見ると思います。もちろんそれぞれの相場理論や分析の仕方、トレード手法、それぞれの特徴や物の見方の違いっていうのはあるので、それらを勉強することで視野が広がるとか、元々の知識に深みが加わるっていうメリットはあると思います。ただ最終的にトレードで狙うポイントっていう話になると、どのレンズを使っても狙うポイント、美味しいと言われるポイントっていうのは大体同じです。で、僕がなぜ今回この動画を作ろうと思ったのは、手法というのはインタビューの中でも出てきたように、エッジが自分の中で確立されているものであって、統計的に裏付けされているものであれば何でもいいということをお伝えしたかったからなんです。それよりも大事なのは自分でしっかりと優位性のある取引ルールを築き、それを一貫性を持って運用すること。その過程では試行錯誤も必要になり、適宜軌道修正をしていくこと。そういうプロセスに対して規律を持って取り組むということ。手法は何でもいい。勝ち方はその人の数だけある。このことを象徴するかのようなリンダ氏の言葉がありますので、最後にそれを紹介したいと思います。